皆さん、オーラ、コモエサス、クレモンです。今年2015年12月に10日間の休みを取って初めてペルーに来ることにしました。そしてもちろんマチュピチュも見たかったです。でも、クスコからマチュピチュに行く方法がいくつかあって、あまり時間がない方には電車に乗って数時間でたどり着けることができますが、もうちょっと冒険を求める方にはインカトレイルという昔インカ民族が使ってた道もあります。その場合、4日間をかけて、ガイドに案内されて山や森を歩きながら自然とつなげて、そしていろいろインカ民族の隕石も見えて、そしてその民族についていろいろ歴史と文化について勉強になります。その場合、4日目に、マチュピチュに、醍醐味のマチュピチュにたどり着いて、そして本当のこの場所の力が分かる気がします。で、僕にとっては本当に忘れられない経験になりましたので、みんなにその気持ちを伝えたかったです。だからこのビデオを見て、それでちょっとインカトレイルを歩きたくなったら私は嬉しいです。それでは出発しましょう。日本で大名と侍の時代が始まろうとしていた15世紀、南アメリカではインカ帝国が栄え、支配していた4つの外空の先端にあったのは首都のクスコです。100年後にはスペイン人のコンキスタドールに征服され、海で貿易活動がその時代の生活に豊かさをもたらしたため、首都は沿岸のリマに変わりましたが、現在でもインカの言葉ケチュア語がペルーの公用語であり、人々はインカの神様を信じ続けています。現地民にとってクスコは今でも信仰的に特別な場所なのです。¿Hablas quechua? ¿Cómo se dice hola en quechua? ¿Hola en quechua? Sí, imay naglatak? Imay Alilencho. aliencho. Gracias. aliencho. 明日からマチュピチュまでのインカ民族の足跡をたどる道、インカトレイルを一緒に歩く人たちとは、この日この町クスコで集合することになっていました。予約した会社の事務所でガイドに会い、山の地図を受け取り、登山病の危険などの説明を受けたら持ち物を再確認しました。明日の朝5時半に出発です。朝5時半、クスコまで迎えに来たガイドと合流し、バスで2時間オリャンタイトンボという町に向かいます。前日のフライトの乱れで40時間以上飛行機と空港で過ごすことになった僕は、その朝バスで疲れを感じながらも感情は高まっていました。子供の頃に見ていたインカについてのアニメ、太陽の子エステバンを好きだったことと、万里の長城と同じく新しい七不思議の一つで、世界で行ってみたい場所の中にペルーの天空の城のマチュピチュがあったからです。オリャンタイトンボに到着しました。ここからインカトレイルの始まりです。記念写真を撮り、登山教科書を見せたら橋を渡って出発です。これから歩くインカトレイルは昔インカ民族が作った道です。今日から3泊4日、自然に囲まれた環境で現地民のガイドがインカの遺跡と歴史について説明してくれます。みんなが持っているバックパックの中に入っているのは4日間分の服、洗面用具、寝袋とマトレス。食料、水、テントについてはポーターが運んでくれます。
ポーターというのは僕らと一緒に道を歩いて物を運んでくれる現地民のことです。そして僕たちの荷物が大きすぎた場合にはさらにポーターを雇います。一人のポーターはだいたい20から30キロの荷物を持っているそうです。僕がいる17人のグループにはフランス、ポーランド、イギリス、アメリカ、カナダ、中国、ブラジル、オランダ、さまざまな国籍の人がいました。そして15人のポーターとガイド3人も一緒です。この日は最初のキャンプ地点まで12キロ登りました。道中、ポーターたちが食事を作ってくれるのですが、その時はみんな笑顔になりました。食べ物が驚くほど美味しかったからです。誕生日の人のためにケーキまでを作ってくれていました。そして昼と同様に夜にはキャンプサイトに着いてからのテントの設営と撤収も全部慣れている彼らがやってくれました。2日目、5時半に起き、この国の大人気の飲み物コカ茶を飲んで、そして朝ごはんを食べたら出発です。この日は1000メートル以上の標高を登るので体力が必要になります。そして体を冷やさないためにランチは山の向こう側に到着してから食べることになっています。旅行が決まった時、友人から頂上は標高4200メートルにあるので登山病を避けるためにコカ茶をいっぱい飲むことと、数日間は標高3400メートルのクスコに泊まった方がいいとアドバイスを受けていました。なので、おととい着いたばかりの私は自分の身体が適応できるのか少しの不安がありました。でもグループのみんなも同じようにそれぞれの不安があったようです。例えば62歳のカナダ人ルイには人工の膝関節がついていて、医者に反対されながらも人生は一つだと無理を言ってきていたり、黙々と歩き続け、景色が美味しくなると同時にだんだん足が重くなっていきます。標高が高くなるにつれて酸素が薄くなっていくのを誰もが肌に感じていました。目的地に到着しました。同じ苦労をした人たちが30人ほど写真を撮ったり歌ったり散歩したりしていました。ここは Dead Woman's Path、 マチュピチュまでのちょうど中間地点です。初級士の後、山の向こう側にあるキャンプサイトに降りていきます。登るときより汗はかきませんが、各ステップが膝を痛ませます。そして落ちないようにみんなは注意力を高めます。まあ、ほとんどみんな。その夜、泊まったキャンプサイトにはこの川から直接来た氷のように冷たい水のシャワーしかありませんでした。一人一人が無口でそこに向かい、冷たさに叫び、そして無口で震えながら戻ってきました。朝5時半、今日はハイキングの道は平らで、インカ民族の遺跡がいっぱい見物できる文化を最も習う日です。ルンクラ会、城塞のサヤクマルカ、町のプユブタマルカ、棚田のインティパタ、それぞれのサイトでガイドはその場所の意味、建設のあり方、その時代の信仰と象徴について教えてくれます。
その棚田でトウモロコシ、トマト、ポテト、南アメリカがなければ16世紀にエイジアやヨーロッパに輸入できなかったそれぞれの作物を生やしていました。朝3時、ポーターが五カ茶を配りながらみんなを起こしました。彼らはテントを外して始発で帰っていき、僕らはゲートの開きを待って晴れた日にマチュピチュの上のご来光が見えるという3ゲートに急ぎます。3ゲートに着きました。でも真っ白な景色が待っていました。でもよく見たら、いや、本当に何も見えなかったです。でもあと1時間でマチュピチュに到着です。スペイン人が侵略した時、マチュピチュは発見されず、この古い町はほぼ完全な状態で残っています。マチュピチュに到着後はグループを3つに分け、各グループごとにガイドが2時間かけてこの里の案内をしてくれました。I can see here three kind of words. Could you show me? Three. Maybe this one is the first. It's easy to recognize. Big, mud, rustic. This kind was living areas, storehouses, farming areas. Okay, this kind of rustic words. And my friends, look this. This is the temple. Sorry, this is the house of Angel Priest house. Tenemos de 3, de 4. Caribbean. Back. 最後に別の登山教科書で入れるワイナピチュに入りました。道が細くて危ないところもありますが、頂上にはマチュピチュが見える一番きれいなビューポイントがあると言われました。What's going on there? You have to crouch. You have to crouch. Crouch a lot or crouch a little bit? And squeeze through side gap. You know, that sounds a very good place for a claustrophobic. Ya. ¿Listo? Ver, alcánzame la cámara. Cuidado. ワイナピチュから降りた後はマチュピチュの登山教科書が一日中有効なので、またマチュピチュを観光できます。下山した後、隣の町のアグアスカリエンテスでガイドとツアーをしてきた仲間たちと別れました。多くの人たちはその後電車で帰っていき、僕と他の5人はこの温泉のある町で一泊しました。
人に着く電車の中で、この街で出会えた素敵な人たちと見てきた素敵な景色のことを思い返しました。この旅は僕にとって本当にかけがえのない経験になりました。